こんにちは、投稿主のヨウムです。この動画ではメンデルスゾーンの弦楽8重奏曲を解説します。8人の室内楽ってすごい豪華ね。はい、聴くのも弾くのも楽しい曲です。この曲の特徴は、広い世界を駆け巡るようなダイナミックさ。そして16歳の若さで作られたことです。16歳。はい、ほとばしる若さが感じられる曲です。すごいわね。どんな背景があったのかしら。それでは参りましょう。はじめに、メンデルスゾーンの人物像を紹介しましょう。メンデルスゾーンは19世紀初めに活躍しました。初期ロマン派。従来のクラシックから自由の息吹が芽生えた時代です。彼の人生は短命でドラマチック。ドイツ出身ですが、実はユダヤ人の家系で、幼少期は迫害を受けることもありました。そのため感受性豊かで家族に愛されて育ち、特に姉のファニーとは一心同体の仲でした。しかし姉が病死したことをきっかけに、36歳で後を追うように亡くなりました。本当にドラマチックなのね。そんな彼の作風は、基本に忠実ながらとてもロマンチック。古典的な様式美。そしてメロディーの美しさも感じられる素敵な作風です。では、この曲の背景についてお話ししましょう。先ほど言った通り、この曲は16歳で作られました。どうしてこんな若さで書けたの？まず、幼少期から恵まれた音楽教育を受けていたからです。母親のレアはプロ並みのピアニストで、メンデルスゾーンが4歳の時からピアノの手ほどきをしていました。父親も人脈が豊かで、かの文豪ゲーテや有名な音楽家、セルターから、幼少期にして啓蒙を受けることができました。このため、彼はとても早熟で、なんと12歳から有名作品を次々に生み出したのです。まさに神童じゃない。さらに、彼自身もすごい努力家だったのです。この弦楽8重奏曲以外にも1年間で、弦楽合奏曲を6曲、協奏曲を5曲、オペラを1作、合唱曲を7曲披露しました。こんなハードな努力は普通じゃできないわね。そうなのです。ちなみに、学業でも凄まじい努力家だったらしく、4カ国語を勉強していたらしいですよ。やばすぎ。もう一つ、この曲は、広い世界を巡るようなダイナミックさが魅力です。これも幼少期の様々な経験によるものです。例えば、この三楽章は、ゲーテのファウストという文学作品から影響を受けています。他にも、この四楽章の後半は、音楽家のツェルターから学んだ大法という技術を使っています。いろいろな出会いが作品を豊かにしたのか。さらに彼は書き上げた作品を支援できる場があったのです。彼の家は週1回音楽家を集めて、日曜演奏会を開いていました。弦楽8重奏曲の初演も日曜演奏会で行われたのです。なるほど、試行錯誤がたくさんできたのね。ちなみに初演では彼自身がセカンドバイオリンを弾いたそうです。そう、この弦楽8重奏曲は、幼少期の様々な経験、そして、凄まじい努力によって、音が泉のように溢れ出る情熱的な曲なのです。16歳にしてこんな曲を書けたのも納得だわ。では曲の内容に移りましょう。パッション溢れる幕開けね。ほとばしるような情熱の波を感じますね。アレグロモデラート、コンフォーコ。程よく快速に燃えるようにという指示です。内声のさざ波、そして低弦のシンコペーションが流れを作り、ファーストバイオリンの華麗なメロディーで聴衆の心を奪います。この情念は楽章を通して冷めません。ちなみにメロディーも素敵なのですが、曲に慣れたら裏の和音もぜひ聴いてほしいです。例えばこの冒頭、3小節目のセカンドビオラとセカンドチェロはセブンスといって、和音の雰囲気を一気に変える役割を持っています。まさに内声とベースが雰囲気を司っているのね。和音の流れが感じられるようになると、新たな世界が開けて楽しいと思います。第2楽章です。切ない踊りを見ているようね。とても慈しみ深いですよね。彼の恩師、ゲーテの言葉を借りるなら、憎しみや愛を表しているかもしれません。破綻調という重い調整なのですが、8分の6拍子というリズムによって、シチリアーノ、
たゆたう舞曲の要素も感じられます。第3楽章。ゲーテのファウストから着想した楽章です。何かがうごめいているようね。夜の不気味な山に魔女や妖怪たちが集まり、奇怪な宴が繰り広げられます。宴の様子はこの16部で表されるほか、稲妻のようなトレモロ、トリルでも表現されます。表題音楽みたいね。まさにそうですね。演奏する時も、これらのスパイスをどう表現するかが鍵になります。なお、3楽章から最終楽章はアタッカで演奏されることが多いです。間を挟まないのね。めっちゃ早い。セカンドチェロの燃えるような弾き様が圧巻です。この楽章は風雅形式といって、誰かの旋律に他の人がどんどん重なっていきます。全員揃った時の爆発力もすごいです。また、異なるメロディーを同時に奏でる、対位法という上級技術も使われています。16歳とは思えないレベルの高さね。このエネルギーは最後まで途絶えることなく輝きます。奏者の燃えるような情熱を感じられるのね。ねえヨウム、聞いている分にはとても楽しかったけど、やっぱり弾くのは難しいのかしら？そうですね、難易度は結構高いです。特にファーストバイオリンはコンチェルト並みですね。ただ、それ以上にまとまりをつけるのが難しいです。まとまりをつけるコツはあるのかしら？メンデルスゾーンの実質笛の注釈がヒントになります。この80奏曲は、どのパートも交響曲のように演奏してほしい。ピアノとフォルテを極めて正確にはっきりと際立たせてほしい。ふむふむ。どういうこと？端的に言うと、役割と音量バランスが大事です。この曲は各パートの役割がとてもはっきりしています。自分はリズムを作っているのか？重要な和音を作っているのか？だとしたらどのように弾けばいいのか？誰と一緒に弾けばいいのか？など、各々の役割を持って弾けるとスッキリしてきます。さらに音量のメリハリをつけられると素敵です。全体でピアノやフォルテを作れているか確認すること。また、埋もれやすいパートがメロディーの時に、自分はいつもより抑えるなど、柔軟な対応ができるといいですね。なるほどね。考えることが多そうね。偉そうなことを言っていますが、私も考えながら弾くのはまだまだです。ちなみに、弾くならどのパートがおすすめなの？大きな傾向として、奇数パートは旋律が多めです。偶数パートは和声やリズムを担うことが多いです。自分がどちらを楽しみたいかで選ぶと良いでしょう。そもそも、この曲を弾ける人が8人集まるだけでもすごいです。機会があればぜひ楽しんでください。というわけでエンディングです。16歳の青春のごときエネルギーを感じたわ。でも同時に16歳とは思えないほど完成されているのね。彼の凄まじい情熱と才能がみなぎる曲です。ぜひ機会があれば彼の描いた世界を味わってください。それでは解説はここまでとします。別の動画を作った時はまた見ていただけると嬉しいです。今回のより詳しい内容はブログに載せています。興味があれば概要欄からご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。